こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。何本か連続してネウラル DSP のアンプシミュレーターをレビューしてきましたが、今回はこちらの14 Nameless Suit X というのをご紹介します。こちらは最初期ぐらいにリリースされた Nameless というソフトをリニューアルしてリリースしたバージョンになります。僕自身初代の Nameless は使ったことなかったので X になってバージョンアップしたポイントというよりかは普通に Nameless のサウンドを新鮮な気持ちでご紹介できればと思っております。ではまずデフォルト状態で音を出しますが、こちらのアンプはヘビー系の音楽に向いているということなので7弦ギターでチューニングは全音下げ、ロー A が出るようにしています。では弾いてみましょう。はい、という感じで低いチューニングのギターで弾いても輪郭が潰れずしっかり発音してくれるようなアンプですね。では詳しい機能を一つずつ紹介していきます。まずはアンプ部分の手前にはペダルがあります。ペダルは3つありまして、1つはノイズゲートのズール、そしてオーバードライブのヘックスドライブ、そしてブースターのグラインドとなります。そしてペダルのさらに前段にはインプットのボリュームと、あとはゲートですね。こちらのゲートとエフェクターのズールとの違いとしては、両方とも切るとこのようにシャーというノイズが出ますので、ゲートを入れてあげるとシャーというノイズは消えますと。でズールの方はただノイズを消すというだけでなく、値を上げていくと、キレのいい現代的なスパスパと切ったようなゲートをしてくれます。これがないとという感じでジェント的なサウンドにも対応してくれるゲートとなっています。そしてトランスポーズですね。おそらくこれは初代のネームレスにはなかったと思うのですが、後発のソフトには搭載されていくようです。多分ペトルシモデルのソフトが最初に搭載したので、それ以降のソフトには標準搭載されているのかなと思います。ではこれをマイナス3とかにすると、今チューニング A ですが F シャープの音が出せます。はい、という感じで、多少レイテンシー遅れは発生するのですが、チューニング下げたりするよりかは圧倒的楽ですし、簡易的なピッチシフターとしては非常に精度が高いと思っています。そしてダブラーですね、左右に広がりを与えてくれます。ではペダルの解説に戻りまして、ズールに関しては先ほど解説した通りですが、まずはヘックスドライブの方ですね。こちらはオーバードライブでアンプの歪みを下げた状態でオンオフ聞いてみましょう。まずはオフだとこんな感じのサウンドになりますが、これを入れてあげるとドライブちょっと上げてもいいかもしれないですね。でグラインドの方はこんな感じのサウンドです。もうちょっと上げてみましょう。こちらの方が歪みが加わるというよりかは噛みつくようなギョワギョワしたサウンドが加わるというのと、あとは無駄に膨らみがちなローを自然な感じで落としてくれるという効果もあるようです。対してこっちの方がドライブも加えられるので歪み感も足せるし、もうちょっとウォームな感じですね。では続きましてアンプ部分ですが、まずは普通に EQ とかがセンターに並んでいますが、こちらの MVC というのがマスターボリュームになっています。そしてゲインは2段ありますね。ゲイン1と2。これ特徴的なのは0にしても全くの無音にならないところですね。
ですので、ものすごいクリーンなサウンドを作りたい時とかは、0とかにしてもいいのかなと思います。で、結構現実世界のアンプとかも0にすると音が出なくなっちゃうのがあるので、クリーンのポイントを歪まないけど音が消えないあたりっていうのを探すのがちょっと難しかったりするんですが、このあたりのことは考えなくてもクリーンが簡単に作れそうですね。そして特筆すべきところとしては、この接続をハイかローかに変えることができます。ローにすると1段目の原因はスルーされるようです。こちらの方がちょっとクラシックロック寄りな感じがしました。ハイの方が歪みが深いですし、モダンな感じがしますね。で、あとちょっと分かりづらいですが、このプルゲインというのを押すと、つまみをプル、引っ張る動作をさせることができまして、説明書読んだところ、異なった質感のサチュレーションを加えるみたいに書いてあったので、具体的にどういう帯域にどう効くみたいなのは書いてなかったのですが、ちょっとスムーズな歪みが加わります。その代わりボリュームがちょっと下がるそうです。ですので、ちょっとボリューム上げて同じくらいのボリュームで聴いてみましょう。という感じで、個人的にはこれかなり気に入りましたね。ここで歪みが結構加わるので、原因はちょっと下げてもいいかもしれないですね。で、EQ は結構ミドルの効きはいいかなと思いました。ドンシャリサウンドも作れるし、しっかりミドルが出たサウンドも作れます。で、ベースに関しては程よく効くという感じですね。全開にしてもローがすごすぎる音にはならないという感じです。で、トレブルも結構効きはいいですね。で、プレゼンス。はい、という感じで、キャビネットセクションは他のアンプ同様マイクが何本かありまして、2つのマイクをミックスすることができます。そしてこちらも他のソフト同様グラフィックイコライザーがありますが、特徴的なのはハイパスとローパス、ローカットとハイカットですねがついているという。ですのでこれを過激にちょっと上げるとローファイなラジオ的サウンドが作ることができます。こういうのを楽曲の間に効果的に入れてもいいかもしれないですね。そして最後はディレイとリバーブです。この辺りも聞きが非常に上品なのでちょっと聞いてみましょう。ディレイでリバーブも入れてみましょう。はい、クリーンと合わせても良さそうですね。というのがネームレスのざっくりのご紹介になります。その他の機能としては、スタンドアローンだとチューナーやメトロノームなどもついていますと。ではこちらのアンプでデフォルト状態からちょっと自分好みのサウンドを作ってみたいと思います。ではデフォルトに戻しまして、まずはブースターなしの状態でやってみましょう。で、ズールは特徴的なのでちょっと上げ目にせっかくなのでしておきましょう。で、この MVC マスターボリュームをプルするサウンドが結構さっき気に入ったのでプルした状態でちょっと
ボリューム上げ目で。でこのままだとちょっとモコモコしてるのでゲインを下げつつ、オーバードライブの方でブーストします。なんかこの時点で良さそうな感じがしてますね。じゃあちょっとゲインをもう少し下げてみます。ボリューム上げましょう。この時点で結構好きなサウンドになりましたね。ですので音作りはかなりしやすい方かなと思いました。で今はハイの方でやりましたがローの方でやってもいいかもしれないですね。なんかこっちの方が古き良きや歪みサウンドみたいな感じが増すので個人的にはこっちもありだなと思いましたね。はい、でキャビネットに関しては自分は2本あるので片っぽをしっかりハイが出たギャリッとしたサウンドにフォーカスさせます。まず2本あるうちの1本をオフにして片っぽのマイクだけの音で聞きます。でこの時点ではローの方はあまり意識せずハイの方がしっかり出るポイントを探します。ほとんどドセンターに近いぐらいがいいかなと。そして2本目だけを聞きます。こちらは中低域をフォーカスして音を作っていきます。あえて外側にしてみました。この2本を混ぜるとハイとローとしっかり出たサウンドになるかなと思います。そしてあとはお好みでマイクレベルを例えばハイが強すぎるなと思ったらちょっと下げたり。逆にちょっとモコモコかなと思ったらロー担当のコンデンサーを下げたりとか。という感じでバランス取っていきます。基本はあんまりグライコでそこまで音を変更させたくないのでアンプの方で狙ったサウンドになるように音を作っていきます。でよっぽどピンポイントでちょっとミドルがもう少し減らしたいなみたいな場合はこのポストのグライコで微調整を加えます。結構効きがいいので狙ったサウンドにしやすいと思います。はい、こちらの今作ったサウンドはダウンロードできるようにしておきますので概要欄の方をチェックしてみてください。でちなみにクリーンなサウンドは苦手なアンプかなと思いましたができないわけではないという感じですね。ゲインを一番下ぐらいにしてこんな感じのクリーン、ちょっとクランチ気味ですけどね。フルゲインをオフにしてでギター側を今ハムをタップしてシングルになるようにしてます。こんな感じでじゃあディレイとリバーブもつければ結構いい感じになるはず。はい、という感じで、若干クランチ気味にはなってしまうのですがこういったサウンドも出すことができます。はい、以上が14 Nameless Suit X のレビューになります。
かなり音作りしやすい部類に入るかなと思いました。アンプのチャンネルを変えたりとかはできないので、音色の幅という意味ではちょっと狭めかなと思いますが、逆に言うとこれ系のサウンドが欲しい場合は外れのないサウンドがすぐに作れると思います。でこれの他に同じ14では14キャリーというのもネブラル DSP からソフトとしてリリースされてますので、そちらも別の動画でレビューしてみます。でいずれのアンプシミュレーターもデモで使用することができますので、誰でも無料して数日間試すことができます。気になったアンプがあったらぜひとも試してみてください。こちらのチャンネルではネブラル DSP のアンプシミュレーターを他にもどんどん紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録をしていただけたらと思います。それではありがとうございました。